こんにちは。わびチャンネルナビゲーター森前です。梅が去り、桃が散り、桜も葉桜の季節となりました。若葉もゆる、そこから目に青葉という、日本の春、その中を代表する一つに青葉、もみじがあります。もみじという名前は、実は植物学の名前の中にはありません。楓という種類の中にもみじという通称がある。意外な話ですが、楓ともみじは同類同種のものなんです。私たちの世界で伝える楓は、東楓という本来が姫章の渡来種を元にしています。日本の野山にあるもみじでと言われるもみじ。今日はそのもみじの美しさ、もみじの本当の美の深さを皆さんにお伝えしたいと思います。今まだ挿し目のポットに入って育っているもみじの苗木。可愛らしい若葉を出していますが、この苗木たちは京都大徳寺の盆栽庭園に降り注ぐもみじの種から芽生えたものです。3年前、その苗を抜いてこのポットに植えました。すべての盆栽のもみじはこのようなところから始まります。五葉松などと違って成長の早いもみじ、またいろいろな根元や幹の活着性の強いもみじは、皆さんが自分の何年という時間の中で一つの盆栽を作り上げることができるのです。みんなここから命が始まります。苗木の箱に入っていたもみじを一つずつ鉢に植え、そこから年々の丹精を重ねることで十数年、このような木立のほっそりとしたもみじの盆栽が出来上がります。柔らかい幹の線、しなやかな枝打ち、そして何よりも涼やかな葉の姿。これでも立派な盆栽です。皆さんはもみじという盆栽の幅の広さをご存知でしょうか。さまざまなもみじをご覧に入れましょう。もみじの名木をご覧いただいています。地面に広がる粘りは一つの座と言われる板のような状態になっています。そこからうねるような幹、細やかに分かれる枝打ち。盆栽界でいうもみじの名木というものの典型的な木と言えます。堂々としていて、それでいて旺盛な青葉を見せるこの姿。俗に言う国風天球という盆栽の典型的な姿と言えます。現代のもみじの盆栽の高級品といえば、このような姿を基準としていますが、昔の人、もちろん明治、大正、昭和を生き抜いて盆栽を愛した人たち、さらに深くは平安の頃から紫式部が若葉という言葉を初めて使ったと言います。その頃の人たちが若葉を代表するもみじに何を思ったのか。この姿の盆栽とはもしかすると違う姿のものだったかもしれません。そのような詩情や情感、情緒、こういうものが溢れ出るようなもみじの盆栽をご覧いただきましょう。もみじでと呼ばれるとても細やかな葉のもみじ。
先ほどの国風天球の木と太さは数分の1ですが、実は年数はこちらはあの木の数倍の時間がかかっています。今から50年前、細けれどそこに求める盆栽の素晴らしさ、これを歌い上げた神奈川県の著名愛好家相田一松先生が残された一品もみじです。柔らかい線、まるで一筆で描いたような枝先に至るまでの細やかな柔らかさ、太らせることをせず浅い鉢に入れて培養を重ねることで、このような奇跡の一品が生まれます。昔の人はこのようなもみじにしか出せない素晴らしさを求めたと言われます。さやけき、まさに歌人の世界に出てくるようなもみじの盆栽。まるで渓流沿い、宮山の枝先、その向こうには水を感じる若葉の季節です。今回は京都鞍馬山から採れた鞍馬石の水をためる石、若葉芽吹く鞍馬の山々のもみじの飾りをご覧ください。もみじの盆栽を代表する一つの姿に寄せ植えの盆栽があります。まるで木立の中を散策するような錯覚を感じる盆栽。林立する木が大きな日陰を作り、今自分はどこにいるのだろうと思わせる時があります。寄せ植えとなると葉の大きさからしてどうしても大型になりがちですが、これはもみじでもとても珍しい雪姫の寄せ植え。近年発見され栽培をしているのは栃木県に住する印南御用園ご主人の大切な一鉢です。小さな葉はまさに親指の先ほどの葉姿が逆に大きな景色を見せてくれます。もみじを飾る、その中には名木だけではなく青葉若葉の美しさを楽しむ席も立派な飾りとなります。さし芽、種から出た未生、ここから十数年誰もが作れるもみじ、それを木立のさやけき姿を描いて、その脇に小さな茶屋の姿、これだけでどこか散策した時の一休みだなという場面が作られます。皆さんもぜひこんな楽しみをいかがでしょうか。もみじの盆栽、柔らかい若葉、透けるような日差し。私たち日本人は桜や富士の後に訪れる若葉には命の謳歌を感じます。最後にご覧に入れる席は自然体の寄せ植えが古くなったもみじ、その向こうには雨の後に浮かぶ三日月、そこに一羽のホトトギスが一線を引くように飛び交っています。明治の大家池上秋芳によるホトトギス一声という題名の絵です。遠くに見える景色の絵、自分たちが近くを散策しているもみじの盆栽、
そして遥か向こうには三湖のそばに立つ浮見堂が見えます。もみじの盆栽のように柔らかいものには姿石や銅でできたものよりもこのように木製のものがとても柔らかく似合います。木彫名工田中一行先生が残した浮見堂は水ぬるむ霧煙る季節をおぼろに映し出しています。今日のわびチャンネルいかがだったでしょうか。青葉のもみじ、若葉のもみじ、新緑の最後を彩るもみじの素晴らしさ、わずかな部分しか伝えられなかったような気がします。近年の私たちの盆栽界はどうしても高額な見事なもみじに目が行きます。それでも本当のもみじの美しさは和歌や万葉集を含めた都人が多く歌っています。その中に込められた心の中の若葉、それを盆栽のもみじでももう一度見直して大切にしたいものです。たくさんの映像をわびチャンネルは皆様にご提供しています。ぜひアーカイブスも含めてご覧になってください。おかげさまで1年経ちました。これからもたくさんの内容を皆様にお伝えします。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。